まるよ。はい、こっから花巻駅から今度ワンマン電車に乗って盛岡の方に移動していきたいと思います。40分ぐらい時間あるんで少し休憩所で編集を頑張ります。俺が乗るのは11時6分の盛岡行きワンマン電車。盛岡駅まではスイカが使えます。花巻駅に獅子踊りというなんか無形文化財がありました。花巻駅ホームは3本のみで割とこじんまりとした駅です。はい、じゃあこちらの東北本線に乗って盛岡の方向かっていきたいと思います。岩手飯岡です。40分で盛岡駅の方到着しました。市内バスに乗って盛岡バスセンターへ移動していきます。電電虫バスに乗って盛岡バスセンター駅に到着しました。歩いて10分ぐらいですかね。こちらが岩手県下一の大社盛岡八幡宮の方にやってきました。すげえ鳥居がカラフルで超綺麗。正月明けってこともね、まだちょっと人いますね、たくさん。それでは参拝していきましょう。正面左手にはこちらの煙を浴びるところもあったりしますね。それとこちらの木彫りの神様なんかも祀られてます。上がってきますと立派なこちら本殿が見えますね。それでは参拝していきたいと思います。それにしても素晴らしい彫刻と漆塗りの色鮮やかな感じが素晴らしい拝殿ですね。参道からの眺めもなかなか綺麗です。あれ、こんな街の中にちょっと異質な建物発見。赤レンガでできた岩手銀行、こちらも盛岡市の観光名所ですね。赤レンガ倉庫内、こんな感じの景観になってますね。少しぐるっと回って一周していきましょう。こちら盛岡市内を流れる中津川というところです。空気が澄んでて山綺麗ですね。盛岡市内でありながら中津の川は鮭が登る川みたいですね。こんな街中なのに。盛岡城近くのところにいますけど、池が凍るぐらいに今日は寒いようですね。投げてみます。うわー、凍ってる。盛岡城前の商店街っぽいところにやってきましたけど、ここでじゃじゃ麺の有名なお店があるんで、そちらでちょっと食べていきたいと思います。さて、この辺にあると思うんですけど、じゃじゃ麺で口コミ評価とんでもないことになってるパイロンさんにお邪魔したいと思います。盛岡名物のじゃじゃ麺の方やってきました。いただきます。麺が茶色くなるまで混ぜていきます。よく混ざったところでいただきます。ラー油足したら美味しそうなんで、ちょっとラー油足していきます。割とやわい麺に味付けを楽しんで食べるタイプ。電源つけます。はい、お願いします。はい。次はニンニク加えていきます。お酢と
ラー油すべて混ぜ混ぜ。生卵割って残り一口分でこうやってしっかり混ぜてスタッフの方に渡していきます。こちらがスープ入れてもらったチータンタン。茹で汁かけただけでしたね。最初味噌新しく入ったので、それあ、混ぜる。はいはい。さっき自分で作った味付けがしっかり残るんで、ラー油とかちょっと入れすぎない方が美味しいかもしれません。いやー、盛岡じゃじゃ麺独特な味付けでしたね。ごちそうさまでした。人口が117万人の岩手県庁はこちら。岩手県出身の大谷翔平激推しです。今桜の季節ではないんですけど、石割桜というこのなんと裁判所の中の敷地にあるというね、すげえ見応えのあるね石ありますよ。これ周囲21メートルで桜の樹齢が350年から400年らしいです。桜咲いたらめっちゃ綺麗そうですね。石の割れ目から伸びる桜の力強さにこちらも負けてられません。盛岡城下にある桜山神社にやってきました。なかなか立派なお社ですね。脇道があるのでちょっと登ってみましょう。桜山神社の横にある巨大の岩、鳥帽子岩、かぶと岩とも別名言われてるのかな。こんなでっけえのある。盛岡城を作った時に掘った時に出てきた岩なんだって。続いて盛岡城の方にやってきました。こちらが盛岡城の南西部の石垣。ここ上がって本丸跡へ行きます。こちら先ほど映した南西の石垣の真上なんですけど、ここの正面に岩手山、めっちゃ雪化粧してて綺麗。こっちが盛岡駅方向になりますが、駅自体はちょっとさすがに遮られて見えないですね。もう少し反対側行くとずーっと抜けたような景観が続きます。こちらが現在の盛岡城の本丸跡。今は明治時代に建てられた南部伯爵の台座だけが残ってるみたいですね。猫ちゃんがいました。日向ぼっこしてる猫ちゃん発見しました。さあ、盛岡城もこんな感じなんで、そろそろ飯でも食いに行きたいと思います。盛岡城のすぐ横にある盛岡歴史文化館。こちら無料スペースがあるようなんで、少し見学の方していこうかなと思います。無料のスペースはもうほぼあまり何もないような感じでしたね。歴史を見るにはやっぱり有料でした。魚町という商店街があるみたいですね。その反対側に行きますと、わんこそばの名店、あずま屋さんですね。残念ながら今日昼の部は終了。残念ながら受付終了してましたので、地元の名店に調べてたとこ行こうと思います。いやー、東屋さんのわんこそばね、体験したかったですけど、また次回に撮っとくとして、盛岡城のね、横を通って抜けていくと、今日の地元の方に人気な、同じそばですね、のお店がありますんで、向かいます。交差点の真ん中に、ニトベイナゾウ生誕の地がありました。こちら Google 評価すごくいいそば食いどころ山屋さんですね。
いっぱいありすぎて悩んじゃうな。まずはキリン一番搾りの小瓶いただきました。なんかおつまみ味噌っぽいのがついてきます。シンプルそば味噌。お先に天皿の方やってきました。エビと海苔、しいたけにかぼちゃですね。いただきます。外カリカリ、エビジューシーでめっちゃうめえ。しいたけ味染みてんのかこれ、めっちゃうめえ。山屋さん自慢の引きぐるみの方来ました。一番上色がちょっと皮が入ってるような香りなのかな。2番目がさらしな純白な感じがすっきりした味そう。続いて脱炭、別名にがそばっていうらしい。まずはじゃあ引きぐるみからいただこう。食感しっかりでのど越しいね。5口ぐらいで終わっちゃった。残念。そばには日本酒だよねってことで、山灰純米の天杉生秋田のお酒いただきました。続いてシンプルなさらしな。マジですっきり。そうめんかって思うぐらいすっきり。飲むと少し酸味くるんだけど、後から杉の香りがする。秋田の杉の樽で作られた日本酒、うまい。続いてにがそばと呼ばれる脱炭いただきます。別名ほどは特に苦くはないですけどね。やっぱり3種類食べて引きぐるみが一番バランスいいかも。続いてそば湯を打つ。いやー、外出たらもう並んでました。2時前ですけど、さすが大人気店ですね。ごちそうさまでした。いやー、山屋さん美味しかったですね。3種類あって楽しめるのもいいんですけど、やっぱり普通にそば食べに来たなっていう時は一番人気のねやつが良かったんじゃないですかね。ここが全国展開するびっくりドンキーの第1号店ベルさん。外の作りもやっぱそんな感じになってるんですね。こちら菜園通りという通りで盛岡駅の方に向かってます。
こちらでお土産の方買っていきたいと思います。福田パンさんですね。惣菜パンで有名なパン屋さんです。どれにしようかな。土産のつもりがたくさん買っちゃいました。あんバター4つと抹茶のあんを2つにコンビーフかな1つ買いました。盛岡の中心部を流れる海運橋、こちらですね。北上川を下に見据えています。こちらも鮭が遡上してくるみたいですね。海運橋を渡って盛岡駅の方を向かいます。盛岡といえば盛岡冷麺ということで、駅前にあるぴょんぴょん社さんで盛岡冷麺の方を食べていきたいと思います。落ち着いた雰囲気の綺麗なお店ですね。俺はこちらの盛岡冷麺焼肉スペシャルランチセット頼みたいと思います。はい、まずはキリン一番搾りいただきます。まず来たのはサラダとナムル、そしてハラミとカルビを3枚ずつ来ました。いい音するね。こちらが盛岡の名物盛岡冷麺ですね。別辛ということで辛みは別添えでしてもらいました。麺の弾力すげえなこれ。麺類はまずスープからいただきます。このちょっととろみのあるスープがめっちゃうめえ出汁効いてて、もっちもちで弾力のあるこの麺がつるつるっと出汁としっかり絡んでね、めっちゃ美味しいわこれ。次は辛みを入れていただいてみます。盛岡冷麺初めて食べたけど美味しかった。ごちそうさまでした。少しゆっくりして編集やってからまた夜出かけたいと思います。はい、夜になりましたんでそろそろ飯食いに行きます。宿から3分ぐらい歩いてありますね、岩師さんお邪魔したいと思います。ここ赤星ある。これにしよう。メニューたくさんあるけど今日はちょっと寿司っていう気分かな。それとちょっと揚げ物いただいてっていう感じで行こうかと思います。赤星あるの嬉しい。まず中輪の赤星。アジフライ小サイズなんだけど結構ボリュームある。分厚これ。
結構大きい味だよねこれ。贅沢。新しいとこだからね、台数は少ないんだろうね。自家製のタルタルのしてアジフライいただきます。もしかしてあんまりないだろうに仙台ってなんていう名前だっけ？違う。乗っただけ。あれ最高。まずはマグロ。そうだそうだ。なんていうの？ハバイかハバイ。続いてイカ。続いてウニとイクラ。めちゃくちゃ大粒なイクラが食欲誘うわ。お次は名物のカニクリームコロッケ。衣しっかりしてるけど中はとろっとしてます。カニの味めちゃくちゃしっかりしてるじゃん。これめちゃくちゃうめえ。この店レベル高すぎだろう。2杯目はデュアーズのハイボールいただきます。すいません、お願いします。はい。これ俺が払った立て替えたってことでしょ。何やろうかな、どうか。おー、こぼれてる。ありがとうございます。3杯目は地酒ということでひろきの方をいただきました。純米、特別純米。お米の甘みがしっかり出てるひろき、うまい。なんと刺し盛りも一切れずつから注文できるっていう優しさ。サバの一切れサービスいただきました。ありがとうございます。ブリ、大ぶりでか。マグ
寿司で食べたっけめっちゃうまかったサバ。サバうめ。いや、魚介類が半端なく美味しかった。刺身も大ぶりだし、寿司も寿司屋のレベル並みにクオリティ高すぎ。美味しかった。ごちそうさまでした。盛岡。このクロステラスっていうのすっげえ目立つよね。人気なのかな、地元の方に。無事に宿の方帰ってきました。おはようございます。盛岡3日目の朝ですね。今日は雨か雪かというような感じになってますけど、昼からは晴れてくるみたいですね。今日の盛岡市内、ほんとあったかいですね。寒波が1回引いたみたいで、今多分氷点下はない1度とかそのぐらいの気温ですね。今から朝飯食べにちょっと駅前の方向かって、その後レンタカー借りて盛岡周辺を移動していきたいと思います。盛岡駅に向かう地下道にこちらプロントさん、こちらで朝食食いたいと思います。モーニングセット2番来ました。これで605円。重ねちゃいましょう。ほらこんな感じで。盛岡駅前はこういう地下道が結構発達してますね。レンタカー屋に着きました。今日俺が借りたのはスズキのソリオ。こちらで安全運転で移動の方していきます。盛岡にも結構大きいイオンあるんですね。いやー、盛岡の駅前から30分もしないうちにこんなに自然なとこ行っちゃうんですね。着きましたね。盛岡駅から約車で30分。少し外れに小祝農場があります。こちらでちょっと散策の方をねしていきたいと思います。入場は大人1人400円でした。冬場はちょっと休みの施設が多いみたいですね。まあでもブラブラするだけでも全然楽しめそう。こんな鎌倉なんかも作ってありました。ちょっと中入ってみましょうかね。よっおう、中はこんな感じでガスが来てるから、なんかこれバーベキューかなんかやれる施設なのかな。ここも冬季休業。ここは夏来る方が楽しめるんですかね。緑もしっかりあって。こちらがミルク館。特徴的な建物ですね。ここも冬季休業中。残念。はい、ここがちょっと一番小高い感じの場所かな。ぐるーっと見るとこんな感じです。ラーメン屋さんなんかもあるんですね。残念だけどこちらも冬季休業中。今だとちょっと岩手山綺麗に見えないんですけど、多分すげえ綺麗に見えるんでしょうね、この方角だと。園の奥には小祝農場重要文化財ギャラリー。さすが一財閥ですね。小祝農場って小野さん、岩崎さん、井上さん合わせたんだ。面白。小祝の創業者から引き継いだ岩崎久彌さんは岩崎弥太郎、三菱の創業者の長男だそうです。三菱系なんですね、ここは。いや驚いた。トウモロコシってこういう漢字書くんですね。牧場館ジンギスカン食堂。美味しそうなラム肉が食べれそうです。
冬場はもうぐるっと回るだけ、まあ絶景が見られればいい感じですね。はい、とりあえず一周してきましたんで、ちょっと向こうにある土産売り場なんかちょっと見に行きましょうか。小祝製品が所狭しと売ってますね。小祝といえばチーズなんかも、バターなんかも、牛乳なんかもこちらで飲めちゃいますね。イートインスペースなんかもありました。こちら小祝のソフトクリームカップ480円。最初口に入れると牛乳の香りして、その後に甘みが来る感じ。うわー、すげえな、この真っ白な感じ。めっちゃいいわ。さあ、小祝農場も楽しめたんで、ちょっと移動して、またいい景色探したいと思います。道はいいけどね。こちらが小祝乳業の工場ですかね。こちらが小祝農場にある一本桜ですね。桜の季節に来てみたいものです。続いてやってきたのは雫石の名店そばどころ久保田さんで、ちょっとお昼食べていきたいと思います。いろいろ迷ったけど今日はあったかいそばの気分なんで、一番おすすめの舞茸天そばの方を注文しました。店内からは雪を見ながら食事できます。舞茸でか、そばも優しい味で美味しそう。いただきます。少しもっちりした感じのそば、うまい。スープとっても澄んだ味、上品な出汁の取り方、うまい。そば湯濃厚、めっちゃうめえこれ。いやー、久保田さんのそば湯と麺、もうちょっともっちりした麺、うまかったな。ごちそうさまでした。さささりょう、さささささりょう。はい、こちらが五所湖にかかるつなぎ大橋ですね。おー、景色こんな感じです。見えるかな。さあ、今から盛岡にもつなぎ温泉というところがあるんで、そちらの日帰り温泉行ってみたいと思います。うお、結構ねベタベタな雪なんですよね。こちらが今渡ってきたつなぎ大橋、そしてここは五所湖と呼ばれる北上川水系のダム湖になってます。こちらの際にあるのがつなぎ温泉街ですね。旅館がこんな感じで山あいに沿って立ち並んでるような形です。はい、こちらからつなぎ温泉五所湖を絶景で望めるホテルということで、シオンさんで日帰り温泉入っていきたいと思います。日帰り入浴は現金のみで1200円でした。3階が源泉かけ流しということで、3階行ってみようと思います。3階に上がってくるとありました。源泉かけ流し
南部曲屋の湯。いやー、アルカリ単純硫黄温泉で本当に香りも楽しみながら、関節とかね、そういう筋肉とかそっちの系の血流良くなる系の温泉でした。気持ちよかった。やっぱね、つなぎ温泉いいわ。シオンさんのロビーから見える景観は五礁湖が一望できてとっても気持ちがいいです。雫石の街ん中にやってきましたね。もう間もなくお目当てのお店あると思うんですけど、うおー、飲み物は瓶のコカ・コーラ。懐かしい。あ、ヒップホップ好きなんですか？はい。DJ やってたんで、お名古屋で。で、盛岡でやってました。やってました。初めて食べます。シカゴスタイル。すごい。スパイスはあそこにいろいろあります。はい、ありがとうございます。はい。こうやって取るのかな。おー、やべえ。チーズたっぷり。すごい。この4種類チーズ入ってるんだけど、後味がね、そんなくどさ残らずね、ほんと美味しいんですよね。チーズの香り鼻に抜けて濃厚です。うまい。これ今ほぼチーズ食ってる感じなんだけど、チーズ好きの俺にはたまらんな、これ。外パリパリ。でもね、軽いから全然いける。うまっ。まさにこれチーズの海。だいたいどうだろう、高さ的に言ったらもう 2,3 センチぐらいあったんじゃないかな。あー、美味しかった。雫石来た際はもう必ず立ち寄るお店になりましたね、これは。いやー、ほんと美味しかった。ごちそうさまでした。ありがとうございます。いや、雫石のソウルを感じました。ありがとう美味しかございます。ったです。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。ごちそうさまでした。ありがとうございます。いや、気さくなご主人と本当に美味しいピザ、シカゴスタイルなんてなかなか食べれないんじゃないでしょうか。いやー、マジでうまかった。超おすすめ。ごちそうさまでした。山に五光が差してる。レンタカー返して無事にチェックインしたんですけど、なんと強風で降りれなかった場合帰れないみたいです。やべえ、どうしよう。あぶねえ。飛行機到着してよかった。帰れる。いやー、無事に乗ることができました。よかった。はい、今回の盛岡編はここまでです。皆様いかがだったでしょうか。今回も少しでも盛岡の魅力が伝わったらなと思って盛岡の方をぐるっと回ってみました。
少しでもいいなと思った方、参考になった方、グッドボタンと高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは次回の旅でお会いしましょう。ありがとう。次回富山市編をお楽しみに。トムのグルメ旅は一人旅専門チャンネル。少しでも参考になったという方、グッドボタン、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。